こんにちは、島ブーです。今回は 1.5 倍のリコイルを体感できる VFC 製 CO2 マガジンバルブの不良改善、メンテナンスの紹介をします。現在 M17 に対応するマガジンは4つ存在します。 VFC 製前期型 CO2 マガジン、 VFC 製後期型 CO2 マガジン、 VFC 製リキッドチャージマガジン、ライラックス製谷横ババルブ搭載マガジン。これら4つのマガジンは放出バルブの形状が全て違います。 VFC 前期型 CO2 マガジンから見ていきましょう。実は M17 には製造工程の違う M17 が存在していて、 VFC とキングアームズがあります。この前期バルブはヘッド面積が大きく、 VFC 製造の M17 ではハンマースプリングが弱くて打てない個体がありました。このバルブで打てない個体があったために、全ての個体で打てるようにと VFC 製後期型 CO2 マガジンでバルブが改良されました。その改良がヘッドの面積を小さくし、面圧を減らすというものでしたが、その改良が失敗で黒いカラーの強度不足などによってヘッドがカラーに食い込み打てなくなるという残念な改良でした。比較的ハンマースプリングの強い個体でも打てないほどで、僕も数々の車外強化スプリングを試しましたが、スライドの動作が悪くなるばかりで打つことができませんでした。一応紹介すると、フロン仕様のバルブはかかる面圧が高くて使えません。谷横ババルブは低燃費で性能は優れていますが、リコイルがマイルドで爆発的なリコイルとまでは言い切れません。前期後期バルブの比較です。左が後期バルブでヘッドが小さくカラーが黒色、右が前期バルブでヘッドが大きくカラーが白色。現在海外のサイトレッドウルフでバルブを注文すると、左側の後期バルブしか届きません。今回使い道のなかった後期バルブを使えるように改良したので参考になればと思います。前期バルブ良品、後期バルブ不良、島ブーバルブ改良。後期不良バルブのマガジンですが、室温20度では普通に打てます。ですが外気温26度くらいからや手で少し温めると打てなくなります。まさにガスコッキング状態になります。少し暖かい日だと全く使い物になりません。続いて前期良品バルブのマガジンです。初速高めですが問題なく打てます。ドライヤーで温めてみます。体温以上に暖かいです。38度ぐらいです。温度で圧力が上がっても初期型のバルブは打つことができます。このバルブが手に入れば良いのですが、市場に出回っていません。後期型の不良バルブをどうにか打てないかといろいろなハンマースプリングを試しましたが、スライドの動作が悪くなるだけで打つことはできませんでした。そこで考案したのが島ブーバルブ改良型です。室温20度ではもちろん打てます。続いてドライヤーで温めてみます。
同じ時間温めましたが、さっきより少し熱いです。38度ぐらいです。少しブローバックが弱い気がしますが、真夏日に外気温がいくら高くてもドライヤーで温めた温度にはなりません。2、3発打つと内圧が下がり、強いブローバックになります。何より夏場でも打つことができます。ちなみに谷横ババルブよりブローバックは重く鋭いです。1.5 倍くらいあります。ここからバルブの分解方法、メンテナンスおよび超簡単島ブーバルブ改良型の作り方を紹介します。バルブの分解はペーパークリップとマイナスドライバーでできます。このバルブは後期型の不良バルブで、こちらをベースに島ブーバルブ改良型を作っていきます。ペーパークリップを一部開いてバルブの後端穴に差し込みます。穴にクリップを差し込みます。こんな感じです。クリップを固定し、マイナスドライバーで左回りに回せば分解できます。くる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 。すでに外れていますがカメラを見ています。このようにバルブを分解できました。すべて分解できるバルブなのでメンテナンス性が良いです。まず島ブーバルブ改良型との違いを見てみます。同じように分解します。緩めるときは左回りです。くる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 。パッと見て違いは分かりませんが、プラスチックのカラーが違います。近くで見てみましょう。右が後期の不良バルブカラーで、左が島ブーバルブ搭載の強化カラーです。専用品ではないので形状は違いますが使えます。この強化カラーを搭載するためにバルブ本体の上部を少し削る必要があります。そしてこのカラーの正体ですが、東京丸井製次世代電動ガンの熟受けです。後期バルブカラーよりも肉厚があって内径の穴が小さく、小さいヘッドでも潜り込まないためちょうど使えます。内円の外径が若干広いですがガス漏れもなく使えます。これから行う調整・メンテナンスは初速に影響するので弾速経度の確認が必要になってきます。バルブ本体の削り加工はとても簡単で、サンドペーパー、ノギス、デザインナイフやヤスリでできます。最初は粗削りで120番の耐水ペーパーで行います。動かないようにマスキングテープなどで固定すると作業がしやすいです。あとなるべく平らな場所で作業してください。削る時の注意はなるべく均等に削ることです。最初は頭の部分だけを削ります。目安として削る前にデジタルノギスで測ります。ホームセンターで2000円くらいで売ってます。削る前は 12.0mm なので 10.4mm まで削ります。削るときは均等に削るために一方方向からではなく少しずつ回しながら削ると良いです。途中面が出ているか確認しながら作業します。頭の突起がなくなるとこのようになります。粗削りは終了です。次は耐水ペーパー180番で削ります。削る前に計測します。現在が 11.2mm で 10.4mm まであと 0.8mm です。ここでは削るというより目標値まで面を均等に整えることを意識しましょう。平らな場所に置いて目で確認することも重要です。ここの削りが浅いと銃本体にマガジンが刺さりません。最後に320番の耐水ペーパーで面を整えます。
気になる方は番手をどんどん上げていっても構いませんが、これで機密は取れるので問題ありません。内側にバリが残るので、ヤスリかデザインナイフで除去します。デザインナイフがおすすめです。デザインナイフを固定でバルブを回すようにします。これで加工は終わりです。きれいに洗浄して組み付けます。メンテナンスを含め機密を取るためにシリコンスプレーを吹きます。ゴムを侵食しないので、メンテナンスにはクレのシリコンスプレーを使用しています。まんべんなく吹き付けます。先ほどと逆の手順で組み付けます。オーリングを忘れずに取り付けてください。細かいことを言うと、内縁の外径が若干広いので機密には関係ありません。締めるときは右回り、強く締めすぎに注意です。マガジンに取り付けます。メンテナンス機密も兼ね、マガジン内部にもシリコンスプレーを吹きます。締め付けて完成。あ、そうそう、バルブレンチも必要ですね。バルブレンチはエアソフト973で売っています。バルブの削りが浅いと奥までバルブを締め付けれないので、マガジンとの段差ができてしまいます。そうなると銃本体にマガジンを挿入できません。今はつらい位置の状態ですので、もちろん挿入できます。疑似的に少し緩めてみます。バルブの削りが浅かった時は段差ができて、このようにマガジンが入らなくなります。このようになったらもう一度分解してバルブ本体を削ってください。続いて CO2 ボンベを挿入してみます。専用の六角レンチで右回りに締め付けます。漏れもなく締め付けることができました。二度と悲劇を起こさないために残弾がないか確認して空打ちしてみます。室温20度では問題なく打てます。手で持って少し熱いくらいまでドライヤーで温めます。真夏でもマガジンがこの厚さになることはないので、運用に問題はないです。本来ならポカポカ日和や体温で温めただけで打てなくなるので上出来です。シマブーバルブ改良型で重く鋭いリコイルが手に入ります。この爆発的なリコイル味わってみてはいかがでしょうか。続いて谷横場バルブ搭載のマガジンと比較します。
谷岡ババルブマガジン96発撃てました。続いて島ブーバルブ改良型で撃ってみます。少し白煙が吹いています。生ガスなので放出量が多いのでしょう。リコイルは体感 1.5 倍です。音も大きいです。初速は高めですが生ガスを吹いているので少しばらつきがあります。両手構えで肘をついているのですがリコイルがガツンときます。後ほどこの個体がどのように初速を落としているのかお見せします。島ブーバルブ改良型マガジン74発撃つことができました。谷岡ババルブ96発、島ブーバルブ74発、差が22発なので1マガジン少ない計算になります。連続して計測しているので実戦ではもう少し弾数が伸びるでしょう。燃費を捨てリアルを求めて重く鋭い爆発的なリコイルを味わってみてはいかがでしょうか。またこれらのメンテナンス作業には自己責任法令遵守で行ってください。ちなみに島ブーバルブはライラックスから発売された M17 でも使用することができました。この M17 はスライドを引いた時の音が何より最高です。またスライドが軽量な樹脂なので打っていて気持ちいいです。スライドの動きがとても俊敏でタップ打ちもしやすく、サバゲーではこちらが向いているでしょう。部屋でカチャカチャしているだけで楽しいです。皆さんは VFC-M17 とライダックス M17 どちらが好みですか？コメントいただけると嬉しいです。最後になりますが、僕が使っている個体はリコイルスプリングガイドだけ社外です。初速調整は絶対に法令初速を超えないようバレルカットで行っています。あまりハンドガンで遠くを狙わないのでこの長さでいけます。25メートルは届きます。これが元の長さです。今回バラしたついでに削れカスを除去します。日頃からメンテナンスすることで耐久性が上がり動作不良を防ぐことができます。超低摩擦レボリューショングリスを使います。使っていくと各部が削れて当たりが出てきます。そこを重点的にグリースアップすることでより良い作動が期待できます。今回不良で使うことができなかった後期型マガジンが少しの手間で運用することができます。繰り返しになりますが、これらのメンテナンス作業は自己責任法令遵守で行ってください。 VFC 製後期不良マガジン運用に関する情報提供でした。お役に立てたでしょうか？高評価コメントしていただけると嬉しいです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。